は雨だな。タイガーモルタル塗ったか。はい、おはようございます。今日は月曜日、予報通りですね、昨晩から雨になりまして、はい、気温はそんなに、低くなってないので、雪の、確率は減ったのかなと思いますが、なんか夕方にかけてね、気温が下がっていくということなので、はい、今日は一日雨ということで、前回、畑をね、耕しまして石ころを拾いました。はい、でいいおしめりになったんじゃないかなというふうに思います。はい、なんか、1週間ぐらい雨のような、予報ですけどね。はい、ということで、今日はですね、こちら、井戸ポンプをやりないのと、あと壺焼き芋の、壺をですね、耐火モルタルで、補強しましたんで、それをちょっと火に当ててみて、割れないのかどうか、はい、検証してみたいと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人血。はい、それではですね、この耐火モルタルで補強した、甕壺をですね、はい、こんな感じで、一応補強しましたので、これを実際に、こちらドンとはい置きまして、こんな感じで、ちょっと芋を吊るす前に、火を入れて、割れないかどうかちょっと確認したいと思います。よいしょ。ちょっと開きすぎかな。ちょっとね、開きすぎかな。この部分ね、もう完全に覆っちゃってもいいぐらいかな。ちょっととりあえず火つけて温めていきたいと思います。はい、それとこれ干し芋ね出来上がりましたので、もう撤退したいと思います。こちらもはい終わりにしたいと思います。はい、前回ね80度ぐらいで割れたんですけど、一応今100度ぐらい上がりましたね。一応割れる形跡はなさそうですね。はい。で150度ぐらい、欲しいので温度がね、はい、ちょっともうしばらく上昇を見たいと思います。はい、それでは今日の土壌温度 12.9 度、ブロッコリー、スナップエンドウ、エンドウ豆、まだ芽が出てなさそうですね。はい。
そしてこちら水耕栽培の方、水温 12.7 度、サニーレタスはね徒長したまま、元気に育ってます。でアイコのトマトの方もちょっとなんか紫色で、一応芽が出てきてますね。はい、そしてこちらは、市販のトマトから、黄色いやつですね。はい、こちらも、ぼちぼち芽が出てきてますね。はい、そしてこちら、桃太郎トマト、まだ芽が出てません。そしてこちら、サニーレタスリベンジ、これもまだ芽が出てません。はい、それともやしの方ですね。はい、こんな感じ、芽が出てきてますね。そしてこっちは、はい、こちらも同じように芽が出てきてますね。あれ、水温計どこ行ったんだっけ。はい、それでは、引き続き移動ポンプの方をやっていきたいと思います。ちょっとやり直ししなきゃいけないのがありまして、まずはよいしょ、ここね、はい、ポンプの吸い上げのところ、これは取り付けが逆さま、このゴムがですねこっちの上じゃないといけないということなので、これをまず変えていきます。はい、ちょっとねこの壺、100度からね、上昇せずで、めきめき音がしております。はい、ちょっと割れそうな気配ですかね。はい、ちょっと怖いので一回止めたいと思います。はい、火を止めました。なんかいい温度ではあるんだけどね。割れるんでしょうか割れないんでしょうか分かりませんが、ちょっと一旦ビビりなもんで止めました。よいしょ。はい、では、ちょっとこれ分解して元に戻していきたいと思います。はい、いい感じ。あれ、花ちゃん。
花ちゃん来たのねえ、花ちゃん来たの。花ちゃんおいで、ここおいで、花ちゃんここおいで、ここおいで。花ちゃん来たの。花ちゃんおいで、ここおいで、花ちゃんここおいで、ここおいで、ここおいで、ここおいで。ということでね、花ちゃんね、まだビビリしながらですね、ちょっと興味はあるんだけど、まだ周りの環境がわからないので、ちょっとは出てまた戻るというような感じでね、偵察みたいな感じですね。はんちゃんおいで、はんちゃん。よいしょ、おいで、ここおいで。おいで、おいで。やっとね、花ちゃんがね、昼間起きて、はい、ここ作業場まで出てくれるようになりました。はい、ということで、ピストンのですね、弁の部分のゴムの取り付け位置をちょっと間違えましてね、下刃から上刃に変更しまして、はい、それで、アイボルトも交換していきます。花ちゃん帰るの？すごい冷たいね。すごい冷たいね。アイボルトどこやったっけな。これ。帰ってった。これをこっちに交換したいと思います。そしてですね、ここにですね、ビー玉を入れたいと思います。そうすると逆止弁にもなるんで、水が上がってくるときは、ビー玉が動くんで上がるけど、今度ポンプアップしたときはこちらから圧力がかかるんでビー玉が押し付けられて水が止まるということで、ここにビー玉を入れました。はい、そしてこれ、こう入れてはい、でとりあえずこんな感じなんですが、次はですね、ここのところなんつうの、ポンプのハンドルを作りたいと思います。どのぐらいの長さにするかなんですが、できるだけ長い方がいいんですよね。このぐらいで切ります。よいしょ。はい、ということでね、ハンドルの長さを、ざっくり決めまして、サンダー、で切っていきます。
はーちゃんおいで。はーちゃんおいで。よいしょ。はーちゃん。よいしょ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 。はい、はーちゃん、はーちゃん、恥ずかしがりだね。帰っちゃうの？帰っちゃうの？はい、それではこの、VU20、これ VU じゃないんだよね。VP20 をこうハンドルにしていきたいので、こいつでですね温めていきたいと思います。そして、曲げていきます。はい、ということでね、ヒートガンというやつでね、温めていきます。このヒートガンっていうのはね、普通のドライヤーとはちょっと違いまして、かなり高温の、ドライヤーとなっております。だから間違ってもこれね、髪に当てるとね、大変なことになりますんで、アフロヘアになっちゃいますんでね。はい、気をつけてください。で、ヒートガンをやるときの、コツはですね、全体的にゆっくりと温めていくのがコツとなります。部分的に温めてしまうとですね、どうしてもやっぱ配管は折れてしまいますんでね、全体的に温めながら、ゆっくりゆっくりちょっとこのパイプがね潰れちゃうんで、砂を入れたいんですよね。でアルミテープを探してるんだけど、アルミテープが見当たらない。どこ行っちゃったのかな。アルミテープさんどこ行っちゃったんですか、アルミテープさん。ということで、とりあえずちょっとこれでやってみたいと思います。で、これね、モルタル埋めてた時に余っていた砂があるので、これを入れたいと思います。パイプを、曲げるときはですね、真空で曲げるとですね、やはり、内側がへこんでしまいます。ですので、全体的にですね、きれいに曲げたいときは、砂をですね、パンパンに詰めてから曲げると、比較的潰れずに、曲がってくれます。ただね、今回ね、一部分曲げるところ部分ぐらいしか砂を入れてないんですけども、本当はね、全体的に入れてカッチンカチンに、詰めてですね、やった方が、うまくいきます。だいぶヒートガン温めるとぐにゃんぐにゃんになってくるでしょ。で、ある程度、形をキープしたまま持ってるとですね、冷えて固まってくれます。あまりこうやってね、鋭角に曲げてしまうと潰れてしまいますからね。はい、ゆっくりゆっくり
温めるところもちょっと広めの範囲で、温めて柔らかくしてから、ゆっくりと曲げた方が、潰れずに済みますね。はい、どうやらとりあえねずこれで冷やしたいと思います。はい、冷やしていって、固めていきます。そしてハンドルのね下の部分も、緩やかな R で曲げていきたいと思います。ここはそんなに急に曲げませんので、こんな感じでざっくりと曲げていきますね。そして大体の形状が出来上がりましたんで、次はですね、ボルトを通す穴ですね。はい、穴を開けていきます。はい、こういうね先っぽが、短い部分も、ちょっと太い、塩ビ管を差し込みまして、そしてね、曲げていきます。そうすると緩やかな R を描いてくれますのでね、はい、少しずつ曲げて、そして冷やしていきます。意外とね早く固まってくれますからね。はい、このぐらいで、もう元には戻らないと思います。はい、そして、穴を大きく開けましてですね、はい、そして、このステーのところね、木のステーのところに、はめ込んでいくんですが、この VP20 っていう 20mm の配管だと、ちょっと入らないんですね。ですので少し潰す必要がありまして、その部分だけ、これパイプレンチですね。パイプレンチで掴みまして、はい、そしてですね、上からヒートガンで当てていきます。そして、配管が少し柔らかくなったらまたパイプレンチを締めてということで、そうすると平行に潰れますので、ゆっくりとですね、木のスペーサーが入る太さまで、徐々に締めていきます。はい、もうちょっと潰した方が良さそうですね。はい、ということで、また再度温めまして、そして、少しずつ締めていきます。はい、温めたので締めて潰していきますね。はい、いい感じで潰れてんじゃないでしょうかね。はい、ということで潰れたので少し冷ましたいと思いますね。はい、はい、冷めたんでね外していきます。このようにね、潰れていきます。このステーの部分だけね、少し薄くする必要があったので潰しました。はい、ということでいよいよね、取っ手をですね、ハンドルをですね、ポンプの方に取り付けていきます。
いわゆるあれですね、テコの原理ってやつですね。はい、テコの原理を使って、ピストンをここをちょっと切りかけます。はい、アイボルトがね、ぶつかるところが、当たりますので、マルチツールを使って少し切り替えていきますね。ほんとこういう時もね、マルチツール便利ですよね。ノコギリではないし、今まではね、ノコギリとかで切ってたんですが、今はですね、ほんとマルチツールであっという間に切れて楽でございます。どこ映ってんだって話なんですけどね、大変申し訳ございません。全くね、手元カメラ GoPro がですね、どこを撮ってんのかですね、ついつい作業してると夢中になってですね、分かんなくなってしまうんですよね。申し訳ございません。はい、そして切り書きが終わったようですね。はい、切り替えてきました。見えるかな。はい、どうやらね、無事切り替えが終わったようですので、ハンドルを取り付けていっておりますね。はい、そしてね、ハンドルのストローク下がる位置と上がる位置を今調整しているんですが、ちょっとどうやら長くてですね、ストロークが、短くて、いわゆるピストンが動く長さがですね、ちょっと短いので今調整してますね。前ネジを少し下げて、はい、奥まで、下がるように一応調整しております。はい、じゃあ出来上がりました。これでよいしょ、こうポンプがアップしてくると、井戸ポンプ完成しましたということで、ちょっといきなり接着するの怖いので、当たり障りないところから接着していきたいと思います。本当はですね、一回実際にポンプというか井戸に入れて、きちんと吸い上げができるかどうかを確認してから、接着したいところではございますが、なんせ外は雨ですので、この時今接着しましたけれども、ビー玉を入れるのを忘れております。はい、右の方にビー玉があるのが映っておりますね。はい、そしてね、これね、外は雨でございます。はい、軽トラのシートが、プールになっておりますね。はい、ということで、こちらね、手元カメラで、この前ネジのピストンの部分の長さを調整しております。はい、どうやらね、納得いく、寸法になったようですので、接着、この場面ですね。この場面でビー玉入れずに接着しちゃったということで、まだこの時点では本人は気づいておりません。
そこですね。はい、左側にビー玉がちらっと映るでしょうか。これをやってしまったらもうビー玉は入れられません。今入れるなら今です。今です。接着してしまったらもうビー玉は入れられません。接着しちゃうんでしょうか。どうなんでしょうか。たっぷりと糊を塗りまして、差し込んでしまいました。はい、もうこれでアウトですね。ここにビー玉入れるの忘れた。はい、最悪じゃ最悪じゃーっつってますね。はい、それではね、ビー玉入れ忘れたんで買ってきました。これ入れて接着します。最後頼むよ、本当に本当頼むよ。はい、完成しました。はい、あとね、こちら大量の米ぬかを、いつものレオくんのママからいただきました。いつもありがとうございます。はい、今ね、隣の、アイスクリーム屋さんコテランネさんの奥様がいらっしゃいまして、これワッフルのなんつったっけな、ナッツっつったかな、ちょっとごめんなさい、名前忘れましたけど、ワッフルと生クリームの、美味しいやつとホットコーヒーと、ホットコーヒーはいつものねジュックコーヒーさんつってと、海苔チーズ、これがね富津産の海苔を使った、海苔チーズ、これは多分アイスじゃなくて、ご飯的な食事的なやつだと思いますけど、はい、いただきました。いつもありがとうございます。コテランネさん、いただきます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。見事じゃんじゃじゃーん、手押しポンプできました。ということで、はい、最後ビー玉入れ忘れて、急遽買いに来ましたけど、ということで、本日は以上となります。予報通り、天気予報通り、さすがですね、天気予報ね、雨になりまして、そして朝よりぐんと気温が下がってきております。はい、多分雪にはこちらはねならないでしょうけども、非常に寒い雨が、降っております。でこれがしばらくね、1週間ぐらい続くということなので、はい、畑の方はね、潤って、久々の雨でね潤って喜んでるんじゃないでしょうか。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。なんで何これ井戸ポンプやんないのかと。はい、ちょっと雨降ってるんで次回、やりたいと思います。ということで本日は以上となります。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人傑。